次のニュースです。先ほどニューヨーク市議会でフォアグラの販売・提供禁止する条例が可決しました。三大珍味のフォアグラがですか。以前からその製造方法について議論されていたフォアグラ。今回は実際にフォアグラ工場で働いていたという方にお話を伺いました。 VTR どうぞ。名前は宮本小次郎、30歳です。以前フランスのフォアグラ工場で働いていました。小次郎さん、よろしくお願いします。早速ですが、小次郎さんがフォアグラ工場で働こうと思った経緯からお聞かせ願えますか？はい、私は当時働いていたフランスのレストランで大きなミスをしてしまいクビになりました。もともと料理が好きだった私には天職だったので本当に残念でした。ネットで求人情報を探していたところ、フォアグラ工場の募集が目に留まりました。他の求人より給料が高かったのを覚えています。当時はフランスに住んでいたのでフォアグラを食べる機会も多く、元料理人としてもフランスの文化に関われるのは誇りに思い、迷わず応募しました。製造方法がひどいことは話には聞きましたが、収入が途絶えてしまっているのであまり深く考えませんでした。数日後、応募した工場から採用の連絡をいただき、初日を迎えました。すみません、ガチョウは身動きも取れないなんて話よく聞くけど、自由に動けてるじゃん。みんな想像で騒ぎすぎなんじゃないか。今日からお世話になる小次郎です。おー、来たか小次郎、よろしくな。はじめまして、小次郎です。よろしくお願いします。工場長も優しそうな方で安心しました。じゃあ工場の中を案内するな。今日から早速働いてもらうからしっかり覚えろよ。はい、まずお前が通ってきたあそこ、生まれて3ヶ月はあそこで放し飼いにして元気に育ってもらう。うまいフォアグラになってもらうためにまず最初は健康に育ってもらう必要があるんだ。で、こっちがフォアグラになってもらう部屋だ。マジかよ、本当に身動き取れないじゃん。おいおい、ビビっちまってんのか。知っててきたと思ったぜ。そんなんじゃやってけないぞ。いや、もちろん知ってましたよ。だよな、これからよろしく頼むぜ。小次郎、餌やりの時間だ。はい、次は小次郎にやってもらうからしっかり見とけよ。目を疑いました。工場長は50センチほどのパイプをガチョウの口に突っ込み、胃袋に直接餌を流し込んでいました。次はお前の番だ小次郎。はい、言われるがまま先ほどの工場長の真似をして餌を流し込みました。あの時のガチョウの辛そうな目、今でも忘れません。そんなことが行われているのですか？はい、他にも片足を不自然な方向に曲げ歩けなくさせたり、不健康で治らず産んでしまった傷も治療せずほったらかしたり、とても生き物を扱っているとは思えない状態でした。それでも必死に生きようとするガチョウたちを見て、私はこらえきれず1週間で工場を辞めました。そうなのですね。残酷すぎて言葉になりません。それでもまだオスのガチョウはいい方です。残酷な扱いを受けながらでも少しの間生きていられる。と言いますと？メスは卵から帰った瞬間、生きたままミンチにされたり袋詰めで窒息させられ破棄されます。メスの肝臓はフォアグラに向いていないので価値がないのだそうです。そんな。工場によって差はありますが、世界のフォアグラ生産量の大半を占めるフランスのほとんどがこのやり方です。今流通しているフォアグラのほとんどはこんな残酷な製法ということですね。はい、生きるための食とはわけが違う。美食という贅沢のために生き物にこんな扱いをしていいものなのか、私には理解できませんでした。小次郎さん、貴重なお話ありがとうございました。世界最大珍味の裏にはこんな残酷な事実があったのですね。はい、これは禁止する地域が出てきても全くおかしくないですね。そういえば最近は培養フォアグラがあるなんて話も聞きますが、ご存知ですか？いえ、初耳です。なんとスプーン1杯分のフォアグラから大量の同じものを作り出せるそうです。あと数年で市場に出回るとか。なんとフォアグラ問題解決の一つの糸口になりそうですね。今後の展望に注目です。人間の贅沢、裏にある残酷な現実、楽しみのための犠牲はどこまで許容されるべきなのだろうか。